皆さんこんにちは。こちらはテクニクス SB3 です。発売は1979年。当時の定価は3万2000円でした。これは平面スピーカーです。平面スピーカーというのは振動板が平面に作られたものを言います。このタイプのスピーカーは70年代の後半から80年代の中頃にかけて多く作られました。このタイプのスピーカーからどんな音が出るのでしょう。今回はこのスピーカーを詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。これは当時の最先端の素材と技術を使って作られたモデルです。振動板はウーファーもツイーターもアルミのハニカム平面板でした。ツイーターのクロスオーバーが低めです。ツイーターに広い帯域を持たせるのは音質に有利です。これと類似のモデルに次があります。この時代は 3way のブックシェルフが主流で 2way の小型モデルは少数でした。今回ご紹介するのは79年に登場したテクニクス最初の平面スピーカーです。このスピーカーは発売から40年以上経っていますので状態を確認します。ウーファーは問題ないようです。ツイーターの音が変ですね。アテネーターに問題があるようです。このままでは音の検証ができませんのでメンテナンスしていきます。部品を外していきます。ボルトが錆びていますね。アルカリ性の洗剤をスプレーしたようです。染み込むとこのようになります。なかなか立派なウーファーです。内側にアルミのコーンがあります。これで一時の振動モードの節を駆動する構造です。ウーファーのエッジは布でできています。劣化している様子はありません。ツイーターのエッジは紙でできているようです。ここも劣化している様子はありません。これはネットワークです。コンデンサに異常はないようです。ツイーターには過大な入力から保護する機能がついています。これはそのリセットボタンです。問題のあったアテネーターをメンテナンスしていきます。
グリスでベタベタですね。見た目は問題なさそうです。どうやら内側の接点に問題があるようです。灯油で超音波洗浄してグリスを溶かします。洗ったくらいではダメですね。薬で錆を溶かしていきます。さてどうでしょう。これは問題なさそうです。もう一つの方は若干ガリが出ます。ガリが出るところを部分研磨していきます。最後に専用オイルで仕上げます。錆びているビスを外していきます。内側に空気の部屋があって吸音材が充填されています。マグネットを外すと合わせるのが困難です。余計な分解をしてしまいました。ガイドを作って合わせていきます。超音波で部品を洗浄します。薬で錆を溶かします。薬で処理したものを放置するとすぐに錆びてしまいます。もう一度錆を溶かして中和洗浄します。最後に錆止めのコーティングをします。これは酸素と反応して固まる塗料です。
黒いビスの塗装がなくなってしまいましたので補修します。スピーカーターミナルの錆を薬で溶かしていきます。ナットの変色は汚れではなく日焼けのようです。同じ色の塗料を作って塗装します。ユニットの洗浄をしていきます。アルミのフレームが錆びていますので補修します。表面の錆を落として錆と同じ色の塗料でバイトの溝を埋めて仕上げていきます。最後に錆止めのコーティングをします。ツイーターを洗浄して組み立てていきます。キャビネットの洗浄をしていきます。この汚れはタバコのヤニでしょうか。アルカリの洗剤が染み込んでできた水酸化物を取り除きます。部品のメンテナンスが終わりましたので組み立てていきます。
結果を確認します。アテネータのガリはほぼ治っています。元の状態を復元できました。スピーカーがダメになる主な要因は、エッジとアテネーターの劣化です。ウレタンのエッジには寿命があるし、アテネーターはいずれ接触不良になります。ウレタンでもポリエーテル系は長持ちしますが、あまり使われていないようです。今回のスピーカーはアテネーターがダメで、エッジは無事でした。同じ時期に作られたソニーの平面型は、エッジがウレタンでしたから中古を見るとボロボロになっています。これからスピーカーを選ぶときはエッジの素材とアテネーターの有無についてチェックするといいでしょう。それにしてもなかなか立派な作りのスピーカーです。これが1本32,000円で売られていたとは驚きです。果たしてこのスピーカーからどんな音が出るのでしょう。平面型にメリットがあったのでしょうか。次回はこのスピーカーを測定して平面型の性能を明らかにしていきます。ご視聴ありがとうございました。